どうも、ベトナム在住の内津です。CL50 ね。今回はちょっとメインハーネスの方やっていきたいと思います。これね、エンジンの方まだ途中ですけどもね、なんせクラッチの部分の問題があるんで、メインハーネス先にやっていきます。で、これね、オーナーに言われてたのが、たまに伝送系が消える、うまくつかない時があるらしくって、でその時に持ち主はここの線をね引っ張るとまたつくようになったって言ってたんですよ。これに関してはね、以前エンジンを下ろした時にね、黄色い線だったかな、ビニールテープで巻いてて、ビニールテープ取るだけでねスルッと線が抜けてしまったんで、多分この中で接触不良があってね、こう引っ張るとうまくくっついてつながってたんだと思います。まあね、このすごいのが、なんだツインレギュレーター中でね、ちょっと何が起きてるのかわからないんで、どっちにしても一旦ねメインハーネス全部取り出そうと思ってます。ここもねいつものベトナム定番 13mm で、ナットがここはねそんなに難しくないんで、相変わらずのデタラメ配線はありますけども、ベトナムでこれだけきっちりやってればいい方でしょう。ただ謎なのはね、一回テールから来たやつを、わざわざ一回つないで、それをすぐにまたつないでるんですが、色がデタラメですね。緑で緑で、あとは全部黄色に統一されてると。念のためね、番号をつけてから外しておきます。この配線はね別に問題なく取れました。で、ただこっちですね、ガソリンタンクねじ止めじゃないですね。でこの金属をね曲げてはめてるんだけども前には動かない。ここはね折り曲げて取るシステム外すんだけども、ちょっとタンクも外しておきたかったんだけどもね、ここをあんまりグニグニやると折れちゃっても困るんで、ガソリンタンクはねついたまんまでできるんで、今回はというかちょっと今のところはタンク外さないでおきます。さあこれで一旦後ろ側は出せるはず。ちょっとこいつも取っとくか。でこいつが何、これがイグニッションコイルでしょ。イグニッションコイルがね、ただ中にプラントあるんですよね。しかもこれはコピー品。こいつはちょっといいのに変えたいかな。これもクリクリっとやってんのか。破損してるから巻いてるだけね。ここかいやこれ収縮チューブでしょ。収縮チューブ通したら収縮させようよ。もうただ通してるだけ。いやこ
いつも配線カチカチやな。まあいいや。とりあえずこれで後ろは取れた。後ろでこれじゃあ前はどんなのが出てくんのかな。怖いな。フロント側ですね。いやー怖いな。配線がどうでしょう。あ、後ろで処理してんの。あ、そう。あー、そうきたか。そうなんですか。いやいやいや。中身空っぽなんでね、ちょっと一旦ライト外しちゃいます。これね、中からぐちゃぐちゃのが出てきたら怖いなと思ってたら、とってもシンプルなんですけど、配線すべて直つなぎなんですよ。カプラーも何にもなしの。これどうしようかな。ある意味ちょっと大変だぞってやつですよ。いやシンプルでいいんだけどね。カプラー使いたいよな。全部ねクリクリっと巻いて、収縮チューブで巻いて、ただ熱してるだけなんですよ。いやーどうしよう。これは一個一個整理していかないとどうにもならんよね。全部ここでまとまってんの？なんかコンパクトすぎるんだよな。いやーどうしよっかな。線たどりの大変じゃね。しかもこのつなぎ方おかしいよ。なんでライトの線が違うのか。アースを白にしてんの。何が起きてる。いやーこれは一個一個たどりながらどうしようかな。困っちまったな。これね、もう全部が直接つないでて、印をつけるよりね、もう全部外しちゃって、一から別のメインハーネスでね、スイッチの線とかからたどってつけた方が多分早いと思います。一旦コーヒー飲もう。いやこれね、いろいろ考えたんですけども、結局ね、もうメインハーネスがここで切られちゃってるんですよね。ちゃんと使えるんだったらなんていうのかな、
カプラつけたりとかね、補修でいこうと思ったんですけども、もうぐちゃぐちゃすぎるんでね、全部外しちゃいます。マークもつけないで外してね、メインハーネスごともう新しいものに交換してしまいます。なんでとりあえず全部取り外し、よいしょ。とりあえず分離はできたね。メインハーネスね、取り外しました。これ多分ね、スーパーカブの、コピー部品というかコピーのメインハーネスですね。このコピーのやつってね、このカシメ、これで打つのかな、これがねすぐ切れちゃうんですよ。まあ実はこれ私もコピー使って断裂して、他のやつでもね、それこそ預かってるコピー部品もこの部品で切れちゃってたんで、まあまあちょっとこれを使うわけにはいかないですね。でこのツインレギュレーターですけども、中をねぶった切って配線引っ張り出してましたね。あとはちょっとねイグニッションコイルとか、イグニッションコイルはこっちか、イグニッションコイルとかね、このなんだ CDI コピー品のあんまりいい部品じゃないんでね、ここら辺は純正使いたいな。そんなとこかな。これはね純正ついてるんでこいつは使えるんですが、もうそれ以外はね全部変えちゃって、あとはこのメインキーをどうするかなんだな。なんでこんなゴムをつけてたんだ。違うやつのをはめるために、合わないからか。メインキーどうしようかな。まあちょっとこれは考えます。今回はね取り外しまでで終わりにします。それではまた。